はい、こんにちは、ゆうかです。3月19日、魚座新月の星を読んでいこうと思います。はい、それではですね、今回は目覚めたらどう生きるっていうタイトルを考えたっていうかそういうふうにしてみたんですけど、3月19日魚座新月もまたすごく面白い配置なんですけれども、もう春がだんだん始まってきていて、皆さんどうお過ごしでしょうか。新月って今回の新月が魚座の28度で起こる新月なんですけど、魚座28度っていうのは十二星座の本当にもう最後に近い場所なんですよね。で、占星術では魚座の27度から29度は宇宙的な浄化の場所って言われていて、でつまり今回の新月は何かを始める新月ってでもあるかもしれないけど、終わらせる新月でもあるっていうことですよね。で、その何を終わらせるのかっていうのがさ、私たちって結構固定概念が結構あると思うんですよね。例えば絶対にいい学校行かなきゃとか、大学卒業したら就職するのが当たり前でしょとか、私はもう結婚したんだから一生添い遂げるのが当たり前とか、結構なんて言うんでしょうね、絶対そう信じたことっていうか、社会的な常識的にもそう信じてたものがあるじゃないですか。お給料とかは絶対これくらいの、量を取らないと絶対生きていけないんだからとか、そういうもう当たり前じゃんそんなのって常識でしょって思うような信念が結構、あれ私っていうものに照らし合わせちゃうと、それは常識じゃなかったみたいな、そういうのが見えてくるっていうか、その外側の常識に自分を当てはめちゃうと、全然自分とフィットしないっていうか、合わないっていう感じがすごく分かってくるかなって思うんですよね。でもちろん今さ、日本社会ですごく学歴とか大事なの分かんないけどさ、私海外に住んでるから分かんないけど、あの結構私の中では学歴はあんまりね、あんまりっていうよりか、才能とか実力主義っていう感じだから、そのどこの学校出てるかっていうよりも実力があるかないかっていうところで生きてる人ばっかりに会っちゃったり、自分がそうしてるからそこにあんまり価値がどうもないっていう感じなんだけど、でもそれをすごく信じてる方もいて、それは別に悪いってことじゃないし、それはそれで本当にうまくいく方もいるとは思うんだけれども、本当に私のようなタイプなのに絶対もうなんて言うんだろうな、絶対大学卒業しないとうまくいかないんだっていう信じ込んでる方とかは、受験とかがうまくいかなかったり落ちちゃったり、方向がすごくずれちゃったりだとか、そういう現象っていうのが起こりやすくはなってきちゃうかなと思うし、もう絶対なんていうんだろう、おしどり夫婦みたいな感じで本当にもう別れるはずがないし、別れようとも一切思ってなかったけど、もうやっぱり耐えられなくて終わってしまうとか、そういうですね、そういう自分の中のマインドが崩される。例えば、結婚相談所とかでさ、なんて言うんだろうな、条件で結婚するとかあるじゃん。500万円とか600万円年収が最低限でもある方と結婚したいですっていう条件みたいのがあって、でも人間って生き物だからさ、生物だから、もしかしたらその方だって
辞めちゃうかもしれないし、ご病気で、1年間それだけの収入が取れるかっていうのは分からないわけであって、だから本当に自分は絶対それが必要って思ってたけど、本当に心から好きな人ができちゃって、全然お金持ってないけど絶対結婚したいって思うとか、なんかこう自分の中の古い信念がガッて壊れるような、新月では一つあるかなっていうふうに思ってます。でそれはもう頑張って頑張ってそうしようって思ってなくなるわけじゃなくて、なんかもうそうせざるを得ない、なんて方向が2つあったらもうガッて違う方向に無理やりなっちゃうみたいな感じで、だから努力して、私はこう言ってるけど努力してそっちにしなきゃっていうよりも、なんかもう結果的に全滅っていうか、就職試験が全滅してしまったとか、結果的にもう離婚せざるを得なくなってしまったとか、なんか大学入試に全部受からなかったとか、なんかそういうことが現実的に起きてくる可能性はあるのかなっていう感じはありますよね。そして、ドラゴンヘッドが強いということで、ドラゴンヘッドは魂が向かう方向性なんですよね。そこに火星の行動を表している火星と、水星っていうのは思考とか言葉を表してるんですけど、水星は逆行していて、それがそこも強い感じの配置になってるんだけども、過去の思考の整理であったりだとか、魂の方向の再確認とか、そういうテーマ性も出てくるわけなんですよね。そして過去の思考の整理っていうと、なんか幼少時代の思い出とか、そういったものがなんかだから私は例えば人付き合いが下手なんだなとか分かってくる。例えばやっぱりご両親とか学校とかにそうするのがいい子なんだからとか、そうすべきでしょっていうことを教わってきてて、自分の感情とか本当の自分が大事にされてなかったっていうのに気がついてきたりだとかして、それで良い子でいるっていうことの方が重要で、自分の中の感情っていうのはあんまり重要じゃなかったんだ。でも本当は自分の感情とか自分の信じてることに戻りたいんだっていうこととかを再確認してみたりだとか、昔のテーマ、昔からもう十分そこに対しては見てきたテーマだったけど再浮上してきたりだとか、昔から持ってた夢だったり、昔から持ってた、昔の人っていうのかな、友達だったりだとか、そういうのがまた出会ってくる。私もなんか今月はそうですね、昔のお友達がすごくあったりしてるし、あと夢っていうのかな、例えば私はちょっとマニアックな話だけど、ヒーリングとかそのシャーマニックなセラピストをしてるんだけど、そのエネルギーがどこから来たのかとか、すごい再確認させられたりしていて、で一概にそういうエネルギーワーカーとかヒーラーって言ってもいろんなエネルギーが交差してる世界なんですけど、改めて自分のエネルギーはこういうエネルギーなんだっていうのを整理させられて、それを表現するような状況になったりだとかも私の場合はしてますね。そして現実化が始まる準備ということで、土星と海王星、この土星と海王星っていうのはもうずっとね同じような感じで組み合わさってるから、だから私たちの冷静っていうか、その自分の中の本質的なものが現実化していくっていうのは結構長いスパンでのテーマにはなってきてるんですけど、しかもジュフハウスであるっていうのでかなり強烈だよね。
全くそんな風にはなってないですっていう方も多分いると思うんだけど、でも私の話を聞いてくださる人はなんとなくそういうニュアンスがある方が聞いてくれてるのかなとは思うんだけど、その自分の性質とかその本質的なものとか魂のこう性質っていうものって本当にこう三次元的な形、例えば私は会計士ですとか、例えば会計士の方だったとしたらやっぱりきちんとしてる性質を持ってる方だったり、こうカークレーションっていうの計算がやっぱりきちんとできたり、こうなんていう律儀っていうかちゃんとできる方が合ってるっていうことで、そういう本質があるから例えば会計士っていうお仕事になられている、それがこう現れとしてなってるっていうことなんですよね。だから私はこう会計士だから関係ないっていうことじゃなくて、その方の本質にはこうきちんとされる性質、例えばお掃除をきちんとできたりだとか、ご飯をこうこまめにきちんとしたものを食べられたりだとか、食べることができたりだとか、自己管理がきちんとできるとか、そういう性質があるからそういうお仕事に就けるわけであって、一瞬何の味気もないような仕事って自分で自分のことをなんて言うんでしょう、バカにしちゃう場合ってあるじゃないですか。でもそんなことはなくて、やっぱり自分の性質があるからこそそういうお仕事ができているわけですよね。例えばその弁護士さんとかさ、もう頭良くなくちゃなれないよ、そうなのかもしれないけど、やっぱりこのどうしても公平さっていうことに興味がある方とか、どうしてもこう社会的に公平になってほしいっていう願いのある方がなる職業であるとかさ、あとなんていうの、お金をたくさんこう欲しいっていう方もその豊かさっていうことに対してすごく興味があるからそういう現実を作られてるわけであって、あくまでも自分のスピリチュアルなというかそのエネルギー的なコアを現実化したら、そのご職業というかやってる活動があるわけなんですよね。だからどういう性質があるのか、自分にはどういう性質があるのかっていうのをもう多くの人たちがこう気づいて、それを表現していくっていうか、もういかなければならないようなそういう新月になってきてるかなっていうふうに思います。そして今回の新月のこうテーマっていうのが、目覚めたらどうするみたいなことを書いたけれども、もう本当に古い世界から目覚める直前の、新月なんですね。で日本の場合はこういうふうに言っちゃってるけど、サウスゴアとか本当に強烈な新月で、どういうふうに過ごそうかなって今でも思ってるような感じなんだけど、今から思ってるようなね感じなんですけど、魚座28度っていうのはさっきにも言いましたけど、かなり終わりのゾーンなわけですよね。そしてそのすぐ後に何があるのかっていうと、お羊座の0度で、お羊座0度っていうのは先星術では宇宙の新しいスタートとか、ごめんなさいね本当にろれつが回らなくて、そう新しいサイクルの誕生とかと言われているわけですね。でそうなると、つまり今回の新月は新しい世界が始まる直前の新月ということになりますよね。で魚座の最後っていうのはいつも目覚めがテーマになるけど、そりゃそうだよね。お花とかバカって咲いたりとかさ、もう絶対目覚めっていうのがそうだね、この時期っていうのはどうしてもそういう風になってくるんだと思うんだけど、今年の場合っていうのはやっぱり社会の常識とか、成功の定義とかこう生きるべきっていうのが実は誰かが作った夢だったと気がつくみたいな、そういう信念が崩壊するっていうようなことがメインであるような新月かなって思ってますね。で私はもうすでにこの社会の常識とか成功の定義とかこう生きるべきっていうことに多分おそらくもうとらわれていない状況の人だと思うんですよ。私はね、もうここで生きてない人だと思うからさ。
だからよくわかるっていうか、ここにとらわれてみんなが生きてるっていうのはすごくよくわかるんだけど、でもこうじゃあここから出たらどうすんのって思うんだけど、私はすごくこう自分の中で常識中の常識人って自分の中で思ってて、ただその社会の常識化っていうんじゃなくて、自分の中の定義の中の常識を作って生きていたり、その成功の定義っていうのもみんなから見て成功してる人っていうんじゃなくて、自分の中の幸せっていうところをこう大事にしていたりだとか、あとこう生きるべきっていうのも周りからの期待から見てこう生きた方がいいよっていうんじゃなくて、自分たちの価値観からこう生きるべきっていうのを決めているんですよね。だから誰かが作った夢に乗ってるっていうんじゃなくて、本当の、自分の欲求に従ってその現実を作っていくっていうような新月っていうのかな、そこがこうシフトするような新月になってます。そして魚座が終わるとお羊座なんだけど、4月でね、お羊座っていうのは魂の衝動で、考えるより先にこう生きるっていうエネルギーが、強くなってきていて、だから4月生まれの方って活発だもんね。やっぱり測れないかもしれないけど、やっぱりそうだよね。その月によってそういうエネルギーってどうしてもあるのかなって思うんですけど、そうだから最終的には私たちはこう静かにね、魚座の最後でなんか今まで見てた夢からこう目覚めていくと、じゃあどうするみたいな、本当はどう生きたいみたいな、そういう問いかけが出てくると思うんですよね。そしてそのスピリチュアリティっていう考え方も変わってくる。その古いスピリチュアリティってやっぱりなんて言うんだろう、やっぱサイキックな人っていうか、すごくこうエネルギーのことが分かってる人とかが偉いみたいな、だからそのスピリチュアルな分野ってなんかマニアックって思われてたと思うし、あとそういうのが分かってる人ってもうちょっと偉いんだみたいな、精神性が分かってる人って普通の人よりもすごいんだみたいな、なんかそういう誤解が多分あったと思うんだけど、やっぱりその本質的なスピリチュアリティっていうのは現実をどう生きられるかなんですよね。結局はこうどうそれを落とし込めるか、現実世界でどういうふうに行動でき、どういうふうに実践し、どういうふうにやっていけるかっていうことで、よくさ、そのセッションとかに来てくれる方で、私のもう生活全然スピリチュアルじゃないんですよとか、普通の本当に生活してますみたいな、全然そういうのにこう関わってなくてっていうお話ってすごい聞くんだけど、でも私からしたらその日常生活にそのスピリチュアリティっていうのは溢れているもの。例えばだけど、その私とかこう毎朝水やりをするっていうのかな、植物に水をあげて、でその植物の様子を見て、そこに水をあげるとそのエネルギーありがとうみたいなエネルギーがこう返ってきたりだとか、そのご飯をこうきちんとこう集中して作ったりだとか、毎日こう掃除をしたりだとか、そういうなんて言うんでしょうね、当たり前じゃんって思うこと普通の主婦だったら毎日やってて当たり前じゃんって思うけど、そういう一つ一つのアクションにスピリチュアリティってもうすごい冷静は備わっているんですよね。だから私はその普通のことでもすごい集中してフォーカスしてやってるし、その時の美しさっていうのをすごい見ながらやっている。例えば洗濯物を干すにしてもやっぱりその風を感じたりだとか、太陽の光だったりとか、その美しさを見てやってますし、ご飯とかもすごい集中して毎回作っているんですよね。でそれってすごいこうエネルギーの高くなるような時間でそれは毎日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 ある本当に普通のことなんですよ。でもそういうところにこう冷静が備わっているみたいな感じ
があって、でそれこそがこう今後のスピリチュアリティっていうのかな、あの古いようで新しいっていうか、今まで当たり前じゃんって思うんだけど、それがこう古くて当たり前なようなことをきっと江戸時代の人とかさ、みんなご飯おいしいなって言って感謝して食べたりだとか、そういうのとかは多分昔からやってたことだったんだと思うんだけど、そういうこうシンプルなことを忘れてしまったっていうかね、でそういうことをこう取り戻していくような、時代になってきてるかなっていうふうに、思います。で今日はね、3月19日の話でうまくまとまって話せたか分かんないけど、ここまでにしようと思います。2日後くらいに春分の、ビデオも配信できたらいいなと思うので、そちらも聞いていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。